球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日は昨日の動画の続きで、もしウルトラシリーズの防衛チームに就職するならどのチームがいいかの昭和編です。昨日は科学特捜隊、ウルトラ警備隊、マット、タックまでやったので、今日はザットから軽くですけど紹介していこうと思います。皆さんもどこに就職したいか考えながら見てください。はい、ではまずウルトラマン太郎の防衛チーム、ザットですね。ザットもこれまでの防衛チームと同じく世界規模の組織で装備、設備が充実しているのに加えて、防衛チームとしての実力も半端じゃなくて昭和トップレベルの実力を持つチームです。ムルロアとか改造ベムスターとか文句なしの競合怪獣を含むたくさんの怪獣たちを撃退している実績があります。中には何の罪もない怪獣を倒してしまったこともありましたけど、とにかく実力が素晴らしいチームで、しかもチーム内の雰囲気、人間関係に関しては最高にいいです。非常に緩い雰囲気でのびのびと仕事ができて、アットホームで隊員同士の仲もいいです。緩くてふざけているように見えてしっかりと実力があるという、まさに理想的な職場環境だと思います。有給育休も多分取りそうだし、なんなら子供を連れて出勤してもワンチャンいけそうな空気すらあります。無理やり悪いところを探すとするなら、制服や装備のデザインが奇抜すぎてちょっと恥ずかしいかもしれないことと、職場では同僚とあまり話したりせずに黙々と仕事したいタイプの人には向かない可能性があるのと、戦闘機から脱出する機会が多いかなぐらいでほぼ文句なしだと思います。あとこの時期なぜか一般人でも怪獣と渡り合ったりする人がいてしまうので、自信喪失しないように気をつけましょう。社内恋愛は森山隊員という女性隊員用の制服を可愛く着こなしまくっている仕事もできる女性隊員がいますけど、同時に同僚に圧倒的イケメン爽やか好青年東光太郎がいます。しかも森山隊員が光太郎のことを異性として意識しているような場面もあったので、あまりおすすめはできませんけど、そこは白鳥沙織さんにチクって揉めている隙にどさくさに紛れて頑張りましょう。次はウルトラマンレオの防衛チーム、マックですね。多くは語りませんが、やめといた方が良さそうです。もし入隊してしまった場合は悪い予感がするので、隊員の誕生日パーティーには参加しないように強くお勧めします。そんなことは置いといて、マックの説明に入りますと、例によって世界的な組織でしっかりとした装備、設備があります。でも防衛チームとしての実力は正直高いとは言えません。なので殉職してしまうリスクは他より高いであろうことを意識しておく必要があります。ただその分休日は多分ですけど割と取れてる印象で、大鳥現隊員の日常シーンもかなり多くあったので、ダブルワークとかも視野に入れれるくらい今までの防衛チームに比べたら柔軟に感じました。人間関係もめちゃくちゃいいというわけではないですけど、特別悪いということもなくて、隊長がたまに大鳥現隊員にとんでもなくきつく当たっていたり、2人でこしょこしょ話しているくらいで、他の隊員には基本的には優しいので、その2人の関係性について気にしなければ問題ないと思います。ただ他の防衛チームに比べて人の入れ替わりが若干激しいのが気になるところではあります。社内恋愛は人の入れ替わりが激しいのでチャンスはたくさんありそうですけど、松木隊員という美人の誕生日会には行かない方がいいです。次はザ・ウルトラマンの防衛チーム、科学警備隊ですね。 U40 から作った方がいいよみたいな感じでやんわりと警告を受けて地球防衛軍が作られて、科学警備隊も世界中に配備されました。いつも通り世界規模のどでかい組織なので、設備、装備、各種かなり充実していて、科学的な技術も特に進歩しています。そのためかチームとしての実力も歴代で見ても割と上位に入るほどで、怪獣の撃退数や隊員一人一人のスペックの高さも折り紙付きです。人間関係は丸目隊員と戸部隊員が言い合っていたり、権藤キャップがスパルタ気味だったりと問題が全くないわけではないですけど、基本的には仲が良くて関係性は良好です。ただ休みとかは日常パートとかほぼなかったと思うので、結構少なそうな感じはあります。科学警備隊は他のチームよりも宇宙規模で活動することが多くて、 U40 とか地球以外の星との交流を持てたり、かなり独特な経験を得ることもできます。
ただ周りが超人だらけすぎて自己嫌悪に陥る可能性もあります。社内恋愛は睦見隊員というはちゃめちゃな美女がいるんですけど、光長一郎という見た目も性格も圧倒的ハイスペックなライバルがいる上に丸め隊員も狙ってる感出してたこともあったので、ライバルが多いのであんまりおすすめできません。最後はウルトラマン80の防衛チーム UGM ですね。2000人以上の中から選抜されたエリート部隊で、これまでの防衛チームと同じく世界規模のでかい組織です。一人一人の実力は確かで装備設備もしっかりしているんですけど、実戦経験が大山隊長以外ない状態でスタートするのも UGM の特徴の一つですね。一見デメリットのように感じますけど、新しく就職する新人の身としては逆にその方が良かったりする面もあると思うので、メリットでもあるかもしれませんね。しかも大和隊員が教師と兼任してたくらいなので、柔軟な働き方ができそうなので、めちゃくちゃブラックってことは多分なさそうなのもいいところですね。人間関係もかなり良好で、大山隊長は素晴らしい上司ですし、みんな仲もいいので揉め事とかはほぼないと言ってもいいと思います。たまに大和隊員が天然すぎるくらいです。ただ単に仲がいいだけじゃなくて、メンバー間の絆は固いチームだと思います。ただ基地に2000人くらいいる一般隊員の死亡率がかなり高いんですよね。だからそれも込みで考えると、他のチームよりも死亡リスクが高いと言えてしまう就職先かもしれません。社内恋愛に関してはジョーの隊員が可愛すぎるということは言うまでもないんですけど、いつの間にかしれーっと大和隊員が下の名前で呼び合う仲になっています。でも一般隊員2000人のうちの3割が女性らしいので、出会いは多そうです。はい、ということで昨日の動画と合わせて昭和シリーズの防衛チームさらっと紹介してきましたけど、皆さんどこに就職したいですか？まあ正直多くの方が思ってると思いますけど、タックとマックは嫌かな。でもこれは別に作品そのものとかエースとかレオに対して言っているわけではなくて、あくまで防衛チームに就職するならって話なので勘違いしないでくださいね。でもタックに入って北斗隊の言うことを信じてあげたいとか、マックに入ってあの悪夢を事前に阻止したいとか、そういうモチベーションもありですよね。まあ結局どこを重視するかってことなんですけど、月君的にはやっぱりある程度の休みは欲しいということと、人間関係でギスギスしたくないっていうのはありますね。だから個人的には ZAT か UGM ですかね。年齢的に厳しそうですけど履歴書を送ってみようと思います。平成とかニュージェネ編もそのうちやろうと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。さよなら。